はじめまして、夏木かりんよ。同じくお初にお目にかかります、小春立花です。はじめまして、花熊千冬です。にしても珍しいね、このチャンネルが実写動画をやるなんて。確かに、いつもゲーム実況ばっかだし新鮮だね。それを含めて今回は2025年の振り返りと2026年の当チャンネルの抱負について話していこうと思うわよ。新年の抱負にしてはちょっと時期が遅くない？確かに。まあそうだけども、中国だとちょうど今頃が旧正月って言うじゃない。だからいいのよ。なるほど。細かいことは気にしないようにしましょう。何はともあれ、まずは昨年の振り返りからしていくわよ。それじゃあまずは昨年の視聴回数から。昨年はだいたい60万回視聴されたようですね。こう見ると5月と9月にたくさん視聴されてるような。何があったっけ？5月はザラストエンパイア、9月はレッドワールダックスをやったわね。どちらのモッドの実況動画もすごく人気でしたよね。おかげで視聴回数、再生時間、新規チャンネル登録者数も同じ時期に跳ねているわよ。インパクトのある世界観のモッドだとやっぱ伸びやすいんだね。どうです？今この動画を見ている視聴者の中にもこの時期から見始めたって方も多いんじゃないですか？そしてこれが昨年の総収益、合計23万5085円の収益ですね。おお、こんなにたくさんの収益が。これでヨーグルト食べ放題。立花先輩が何かよからぬことを考えてますね。言っておくけど、収益はこのチャンネルの今後の活動費でしか使わないわよ。ヨーグルトは必要経費じゃないの？そんなわけないでしょ。ところで10月頭に異常に稼いでいるのは何なんですかね？これはチャンネルメンバーシップを開設すると3万円もらえるキャンペーンに応募した時のものね。思い出しました。確かそんなこともありましたね。あれ、でも今ってメンバーシップしてたっけ？3万円もらった瞬間にメンバーシップは閉じたわよ。いやしうるさいわね。でも今私たちがここにいるのも皆様のおかげです。確かに私たち3人ってめっちゃ根が張るしね。急にめたいこと言うわねあんた。そしてこれがチャンネル登録者数の推移よ。2020年7月24日から活動を開始してゆっくりではありますが着実に成長してますね。目指せチャンネル登録者数1万人。よし、ここからは2025年の目標とかを決めていくわよ。そりゃあもちろんチャンネル登録者数1万人でしょ。このままの勢いだと1万人はほぼ確実にいけそうですし、もっと高い目標でもいいのでは？でもこのチャンネル趣味でやってるし、そんな高い目標は立てずにのんびりやろうよ。趣味でやってきてよく5年も続きましたね。むしろ趣味でやっているからこそ5年も続いたのかもしれないわよ。中の人って動画編集するのが好きすぎてしばらく動画編集ができないと禁断症状が出るヤバいやつって聞いたことがあるよな。何それ？もあながち間違ってないけど言い方。まあとりあえずは登録者数1万人を目標にするわよ。はいこのチャンネルの説明欄にいろいろなシミュレーションゲームをやりますって書いてあるので、今年はホイオン以外ももっとやるべきだと思います。確かに去年って51本中31本の動画がホイオンでしたね。特に2025年後半から大半がホイオンですよ。そうね、今年は EU5 とか発売予定のトロピコ7、トランスポートフィーバー3も実況していく予定よ。他にもいろいろやってみたいシミュレーションゲームはあるし、お楽しみにってとこかしら。ほう、かりん先輩はじらすのがうまいですな。さすが魔性の女かりん先輩。うるさいわね。言い忘れていたけど、今年は実写動画もいくつか投稿していく予定よ。そんなこと言われてもね。去年の9月にテトさんが予告していた北海道ルーレット旅の動画、未だに完成してませんよね。どうやら北海道ルーレット旅、録画データが 1TB あって死ぬほど編集に時間がかかっているらしいわよ。いつになったら北海道ルーレット旅で私たちが登場できるのやら。年末までには投稿してほしいな。それシャレになってないわよ。というわけで今年の目標はこんな感じでいいかしら。わあんたら反応が適当すぎない？というわけで今回の動画はここまでよ。なんか短くない？確かに去年の振り返りの動画だし仕方ないでしょ。ところで背景でずっと流れているこの映像はどこなんですか？それな、ずっと気になってた。これは関門海峡よ。山口県の下関側から福岡県の門司側まで船に乗って渡ったのよ。でも肝心の海峡を渡っている時の大半がグラフに隠れて見えてませんでしたよ。ならもう一回見せるわ。ちょうど正面にある下関側の桟橋から出港。
だいたい5分で門司川に着くわ。関門海峡を横断するのってそんなに速いんだ。狭いところだと幅500メートルしかないですしね。ねえねえ、正面に見えるあのドームみたいな建物は何？あれは下関水族館海峡館よ。フグ科の展示数世界一と日本唯一の本物のシロナガスクジラの骨格標本を展示している水族館ね。行ってみましたか？もちろん、去年の夏にリニューアルオープンしてアシカのエリアが広がっていたわよ。動画は撮らなかったの？見るのに夢中になってて撮るの忘れてたわ。うっかりん先輩だ。ふふ。はいはい。奥の方にでっかい船がいる。関門海峡は日本のみならず世界のいろんなところからコンテナ船が通りますからね。中国の深センからのコンテナ船なんかがいたわよ。コンテナ船がたくさん通る時間帯は船の合間を縫うように蛇行して通る連絡船だけど、この時間は船が来ていないのでまっすぐ目的地に向かってますね。蛇行してもらった方が長く船に乗れるし、コンテナ船も近くで見れるからいいんだけどね。出港から5分で門司に到着。あっという間だったな。お、あのタグボートの奥にある建物は何？あれは関門海峡ミュージアムですね。大正時代の門司の街並みを再現したゾーンなんかがありますよ。へえ、面白そうじゃん。で、肝心の行ってみた動画は？撮ってないわよ。あ、はい。というわけで門司港内に入ったところで今回の動画はお開きよ。元日から船旅とは贅沢でしたな。そうですね。それに今回の動画で決めた今年の目標を達成できるように頑張っていきましょう。そうね。すっかり忘れてた。それじゃあ次回は北海道ルーレット旅でお会いしましょう。以上、私夏木かりんと小春立花と花熊千冬がお送りいたしました。バイバイ。